大変美味しいです。美味しい美味しい。いただきます。2つ目の彩りランチでライス中ですね。はい。ビーフカレーって言うけど、本当は牛肉たっぷりカレーじゃないと嘘になるな。デスソースをびっくりするぐらいかけるんですよ。いや、もう辛口は他の人食えんだよ。これは平気で食う。ここのお姉さん可愛いんで、それで最初来たんですけど。スタッフの女性が最高です。スタッフ見に来てください。よろしく。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。これが今巷で喜ばれるミスジいうとこの辺ぐらいまでですね、品物がいいとされるのは。あとはそうですね、その肉屋さんでいうと細切れになったりカレー用になったり。これはどの辺の部位になるんですか？これはですね、肩甲骨の T の字になったんですよ。でここら辺の肉ですね。いいところとされてると思います。そうですね、ここからがこっち側に行くにつれてこの真ん中の筋がなくなってくるんですよね。薄くなってくるんですよ。ここの中の筋は表面の筋と違って柔らかいんですよね。だから気にしながら掃除することもないというかね。これを全部こう油も剥がしていくわけです。残すとこもあるんですけどね。これってもう捨てるんですか？取った油は。活用されてるところもあるんですけどね。炒め物に使ったりとか。でまあ大体大きさによって切り分けるんですけど、こっちはもうこちらでいうその牛丼用とかこっち側に使うんですよ。量がバーッと出る方がいいんで、必要な部位を少ないいる分だけ取ると偏りが出てくるんで、まあ、腕なら腕、クラシタならクラシタ、共腹なら共腹で焼肉とカレー用と牛丼用とでそれで使い分けていくわけですよね。金島ひろ子と申します。代表の妻です。店長であり、みんなの良きアドバイザーであり、従業員であり、すべてやってます。まあ、僕はもう影の、黒子なんで、最初の立ち会いから構想から全部我が妻ひろ子がやってるんで、アドバイスするというか支えるというか、図面をこう書きながらメニュー構成を書きながら、どういったその考え方でこの店を経営していくのかっていうようなコンセプトを大体彼女が決めて、
中広と本店でやってたものをここに一つに集約して、金土日しかプラス祝日しか焼肉はできないんですけど、昔はもう昼がなかったので昼を充実させたいと、プラスこう新しいやり方を模索しながら今こう彼女が一生懸命頑張ってます。これはですね、昔は人気がなかったとこなんですよ。片三角っていうところで、今赤身志向になってこれも結構高くなりましたね。牛を携わってるものとすればやっぱりロースがやっぱり一番表に出てもらいたいんですけど、ご事情がそうはいかない状態なんですよね。食べると美味しいんですけど量が食べれないということで敬遠されができおるというんですかね。だからこっちの方が食べよい言うてからお客さんがこっちの方を好むようになってきたんでね。その元売りというか生産者宮地区とかいうところが不得手な部分とか季節によってはこれが出るとか出ないとかいうのがあるんで、だから僕らがお手伝いしながらその部位を売っていくという形になるんですね。自分カルビとして一番カルビっぽく見えるやつです。これまあ定義が難しいんですけどね、お客さんが食べて喜んでくれるものをよそよりかランクの上のやつを普通に貝の身とか今言うさっきやったミスジとかいうのはこの辺でゾーンで売らんといけんのですけど、カルビのゾーンこれと混ぜて売るわけなんですよ。そっちだけくれって言われるとやっぱりお値段を上げないといけないんですけど、それと混ぜ合わせることで価格を維持しとるという、そういう現状ですね。これは何ですか？これは唐揚げなんですよ。唐揚げがテイクアウトとお弁当ですごく出るので6キロとか、多い時で週末が8キロとかで、キロです。これは4キロですね。 4キロ2キロまだあるんで、あはい、結構一つがめちゃくちゃ大きいんですよ。これがまた衣がついて上がったらもっと大きくなる。冷めてもね美味しく食べられるんでですよ。今ちょっと下がりましたけど、でもやっぱりまだまだ好きでしょう。大きいですね。もうね、どんどん大きくなって正解が分からなくなってきてる唐揚げは。次女は毎日豚を仕込んで、私は毎日チキンを仕込んで、お豚と鶏見たくないねって言いながらやってます。もう来世はチキンだね、豚やねって言いながら。ちょっと半レアの状態なんですよ。で、オーダーが入ったらもう一回3分揚げて、パリジュワでおすすめのメニューって何ですか？カツが出るんですよ。ヒレカツとかミックスカツが黒い板にボンボンって2枚乗るんですね。平日だったら本当男性の方、女性の方も食べられるんだけど、カツセットがよく出て、暑い時とか天気のいい日とかによくカツが出るとおすすめします。がっつりいったね。毎日ここもりもり揚げるんですけどなくなります。土日とかあったらもう何回もこう揚げ直さんとダメなぐらい。今からキンパ作るんですよ。キンパの中のお肉、すき焼きのお肉をキンパの中に入れて、これが今もうすごい人気でお店で、韓国のランチのセットにもついてるし、味噌汁に変えてこれをプラス150円で肉汁に変えることもできるんですよ。もう毎日作ってます。だからこれでキンパを作るんですけど、たくあんと牛肉と大葉とあとカニカマを入れて巻くんですよ。時々失敗するんですよ。海苔の乾燥具合とかその日のお天気によってやっぱりうまくいかない時もあるんですよ。水分全部取ってあげんかったらうまく巻けなくて。
成功前も言ったんですけど、それをいつも隠してたというね、ポケットに隠して誰にも気が付かれないようにしてたんですけど、今しないですよ。今はみんなで食べるんだけど、次の日だからポケットからカッピカピのが出てきて、それをまたこう気が付かれないようにしてるというね、10回したら5個は失敗とか昔よくやってたんですよ。よかった、今日全部成功です。そうですね、ごまかけたらもう完成。金島咲です。調理を担当してます。切ってまずお米炊いて、で揚げ物用の油もセットしたら、こういうお肉切ったりとかをしてます。次女です。あ、次女だ。次女です。おいくつぐらいになるんですか今？ 27歳になりました。パワフルな姉がもうちょっとできます。これはポークステーキの仕込みなんですけど、すごい時はその日に全部なくなるぐらい。この間の YouTube のおかげでかさらに出るようになって主にカレーとかハンバーグカレーでした。ハンバーグカレーも相変わらずよく出ますこれはデミグラスソースを作ってます。デミグラスの素とウスターソースとケチャップと炒めた玉ねぎとちょっと砂糖が入ってますね。専務のお手製で自分は真似で作ってるだけなんですけど、甘酸っぱくて美味しいです。これは後で煮込みます。金島大地という、長男です。よろしくお願いします。今年で24歳になります。24歳。はい。メインは、仕込み作りですかね。ハンバーグとかカレーとかビーフシチューとかそんなのを作ってます。こっちがヒレで、こっちがチキン。これが毎日もうなくなる感じですね。なんか絵描きされてるって。趣味でそうされてますね。でお店で使われてるんですか？あちらに置いてある。学生時代は一度美術部に通ってたんですけど、すぐに、辞めたので。もうなんかだいぶ独学みたいな感じだ。そうですね。カリカマは？カリカマ大丈夫ある？これがスネで、こっちが豚です。豚。はい。ハンバーグはもうなんか大地さんが。そうですね。僕が担当ですね。カレーもやってるんですか？はい。シチューもやな。そうですね。あとタレ作りも。
ちがすねで、こっちが今やった豚です。これはナツメグと、でこっちがクミンです。これはブラックペッパーです。金島かなです。金島家の長女です。年齢は、今29歳です。はい、今年30歳になります。お店の中では主にホール担当で学生スタッフのシフトをまとめたりとか、そういう立ち位置でやってますね。この一つのボールが13号なんですよ。何回炊くかな、れなちゃん。26×3 です。大体それぐらいなんで、もっと忙しい日はもっと炊くしみたいな感じですね。これ、何入れられてるんですか？これお酒です。旨味を引き出すんで、日本酒と昆布茶とオリーブオイルを入れてます。ここのお店自体は2008年なんで、もう18年目に入ると思うんですよ。店長さんは最初からいらっしゃったんですか？そうです。お嫁に来て最初は違う仕事をしてたんですけど、主人がここで焼肉屋するっていう話になって、ちょっとだけ手伝ったらいいよって最初言われたんですよ。気が付いたらもうどっぷり入ってたという感じで、その子たちはもうだからちっちゃかったんですよ。本当に保育園児と小学生2人とで、その当時は昼はなくて夜一択だったんですよ。本当に子供たち3人で家でお留守番をして、上の子が本当にちっちゃいお母さんの状態で、仕事終わって帰ったら3人が川の字になって見てるんですよ。普通の親とは違うんで、土日が休みじゃないじゃないですか。なかなかこの土日どっか連れてってあげるってこともできないし、運動会とか参観日とかはなるべく行かせてもらっとったんだけど、その後もやっぱり仕事とかが入ってたんで、娘2人は高校生の時にアルバイトで、上の子は就職して保育士をしてたんだけど、7年間保育士をして、去年一昨年戻ってきてまた入ってくれて、2番目はもうアルバイトからそのままずっと一緒に社員という形で入って、息子は基本絵を描く子だったんですよ。で京都の方の大学に4年通って、それ以降絵を描きながら仕込みの担当で入ってもらってて、今はみんなの力を借りて。さっきさんが一番長いんですか？長いですね。3兄弟の中では。一番長いし、シャイで人見知りがひどい子だって、もう行儀見ないのために最初入れたんですよ、バイトに。3年ぐらいかかったかな、それでも一人前になるまで。気がつけばだから厨房の仕込みとか、やっぱり包丁さばきも兄弟3人の中でやっぱ一番うまいんで、味付けとかも基本味覚がやっぱしっかりしてる子なんで、主に厨房を担当してる感じですね。ちょっと米いってくるわ。この肉は最高じゃけ。どうぞ。炭の状態がね、雨だとまた違うしね、難しいんですよね。
今度豚なんですよ。これは豚なんだけど、ちょっとね油が多いけすぐ火がつきますからね、なかなか難しいんですよ、焼くのにね。ちょっと目を離すとすぐね焦げるけどね、置いたまま焼こう思ったらもう真っ黒になってしまうけどね、高さを調整しながらね、火加減を調整いうかね、このぐらいね。働かれてから何年くらいになるんですか、今。何年だろう、大学の4年と11年目ぐらい、一番長いと思います。ホールもしますし、キッチンもたまに入ったりします。レナさんから見て、店長さん、社長さん、さきさん、かなさん、大地さんはなんかどんな感じですか？家族で楽しそうでいいなっていう感じです。仲良くやられてて。雰囲気とかってどんな感じですか？とてもいいと思います。仲良くみんなでやらせてもらってます。カンナさんは何年目になるんですか2年目です。カンナさんから見て、そのお店の人たちのなんか雰囲気とかどんな感じですか？めちゃくちゃいいです。すごいみんな優しくて、すごい楽しいです。料理とかはどんな感じですか？美味しいです。すごい美味しい。美味しくて、私結構韓国ランチが好きなので、韓国ランチ系がおすすめです。おはようございます。おはようございます。私から出していいの？いいよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あとは私もください、給料。そんなの関係ねえ。ブランチ。鶏皮の唐揚げ。うまい。おお、かずこない。ある。そうそうそう。そう、これ静かじゃないね。すいません、お待たせしました。ご案内しますね。はい、どうぞ。どうぞいらっしゃいませ。白パン9番3名様ずつです。お席こちらでどうぞ。懐かしい。これになったので。ミックスだ。あ、チキンと豚だけ。あ、そうですそうです。お
ちょいやな。彩り3ついきます。すいません。こっちに行きます。お待たせしました。彩りランチ。ライス中のかな。失礼いたします。お2つ目の彩りランチでライス中ですね。はい。初めて来たんよね。お肉屋さんで聞いて、この筋入ったことがなかったんだけどね。入ってすごいいろいろあるんだなと思ってね。そのお店の雰囲気とかいかがですか？思ったよりすごい明るいし、また来ようかな。今日はこれ順番に食べていこうかな思ってみんなで相談しようかな。ビーフカレーヒレカツトッピングです。お願いします。失礼します。ビーフカツ定食ですね。手前がチキンカツの奥ヒレカツです。2人。すいません。ご飯2つください。おむすびプレートそろそろね。半定食です。はい。すいません。2つ目の韓国ランチいいですね。好きですと熱いのでお気をつけください。美味しいです。初めて来ました。美味しいです。ちょっとすごい街っぽいなと思った。いやいや、綺麗ですね。そうそう。いや、この辺りの田舎って言ったら悪いけど、田舎みたいなのに街っぽいなと思った。結構ビビンバとかって好きなんですか？大好き。いろんなとこで食べてる。色とりどりも綺麗だしね。綺麗。美味しい。いろんなものも入ってるしね。カリカリして美味しい。いや、ありがとうございます。結構お店来られるんですか？いや、まだ3回目よ。 3回目でもう顔パスみたいな。そうなんよ。今日はビーフカレーにヒレカツ。美味しい美味しい。癖になる。うまさ。癖になる。ありがとう。焼肉が入ったんです。はい、焼肉お昼もね、ちょっとやってるんですよ。セットもあるし、単品もあるので、お願い今から。単品も入ってますね。セットだけじゃなくて、やっぱり幅広く、昼からしっかり焼肉を焼けるように。よっしゃ、購入行きます。はい。渡してます。はいよ。これはハラミですね。ありがとうございます。ございます。これももうこれは美味しい。
それ腹じゃない。後ろでもう腹じゃもう後ろでまたいったら避けてからちょっと待って出すけ。ポークステーキ出ます。お願いします。このメニュー好きでよく食べるんですけど、ご飯の大盛りはやめようって思ったんですけど、また大盛りにしちゃったんですけど、前にここYouTube のうどんそばで見て、で初めて来たんですけど、それから結構通うようになりました。ここのお姉さん可愛いんで、それで最初来たんですけど、美味しくって、それから結構来てます。いつもこのポークステーキ頼まれるんですか？いや、一通りいろいろ試して、カレーとかの日もありますし、これなくなっちゃう時もあるんで、ある時は食べようかなって感じです。なんか初めてのお客様におすすめしたいメニューってありますか？これも美味しいんですけど、ちょっと顎が痛くなっちゃう。カレーなんかは肉がすごい煮込まれてて柔らかいですし、ハンバーグカレー1回食べたらもう満腹になっちゃったんで、それからハンバーグのないカレーにしてたんですけど、結構メニュー嘘つきなんですよね。ビーフカレーって言うけど、本当は牛肉たっぷりカレーじゃないと嘘になるなこんな肉入ってるカレー食べたことないよっていう。焼いたそばから真空していくんですよ。でこれを個包装にして出す時に温めて出すって形。これがお肉がだいたい260ぐらい、一つだって130ぐらいなんだけどダブルなんで260。この後ホロホロ丼大好き。焼き鳥丼ダブルです。うまいですね。もう何年、10年ぐらいになるんじゃないですか。中広の方から行っとるんで、勤めが広島市内の方なんですけど、その近所が中広になるんで。中広の時から常連様です。そうです。ここが後でできたここ感じが先にできたんですけど、ランチは中広しかしてなくて、で中広で来てくださってて、こっちにも職場があるんで、そんな兼ね合いで、そうです。はい、たまたま。私もお世話になってました。まあでも全然飽きが来んですよね。何本通っても、また行こうかってなるようなところなんで、美味しい。ありがとうございます。じゃあ仕事に戻ります。どうもありがとうございました。頑張ってください。失礼いたします。厚切りポークステーキのランチです。で肉汁に変更ですね。ごゆっくりどうぞ。
女性スタッフが最後に。3時半で。3時半で。これは何と何ですか？これは大葉の上に牛丼のお肉ですね。牛丼で出すにはちょっと細かくなっちゃった肉をおむすびに使ってます。唐揚げとおむすび2個とサラダと汁、お味噌汁がセットになってます。出せるよね。落ちないように。おむすび3ついきます。ありがとう。いいですか？いいよ。はい。お待たせしました。おむすびプレートにお願いします。はい、ごゆっくりどうぞ。美味しいです。すごい。置いとくよ。はい。あ、こっちの方がいいかな。ご飯の方に乗せるしかない。そう、ご飯に上に。失礼いたします。はい。ルーちょっと足します。ルーも重いです。おー。メイクかけると美味しくなりますか？カレーがスパイシーなんでちょっと和らげてくれるというか、あと彩り、見た目も華やぐんでいきます。ここでいいの？はい、ありがとう。ハンバーグカレーになります。美味しいです。スパイシーで。ハンバーグ定食です。でも柔らかいとかじゃなくて、すごい肉肉しくて、お肉食べてるって感じです。
お店にはよく来られるんですか？いや、今日が初めて、ちょっと噂で聞いて、彼が前来た時に休みでお店が、で今日はリベンジで来ました。もう動画で見た通り、綺麗で、なんか厨房も綺麗だし、作ってるご飯も美味しそうだし、スタッフさんの雰囲気とかいかがですか？いいですね。明るくて。ケーキが17,160円。これ朝店頭で炭火を焼くんですけど、はいそれを店内に持ってきて焼肉ランチとして出すんですよ。あ、これ今日朝そう焼いてたやつです。カットしてましたよね、代表が。でそれをもらってちょっとだけ軽く温め直してお客様に。これが焼肉ランチ。炭火のね、やっぱ香りが炭火の香りがして美味しいんですよ。はい。お待たせしました。焼肉ランチです。ビーフカレー2つ入ります。今この頼まれたお客様が結構辛党な人で、デスソースをびっくりするぐらいかけるんですよ。そうです。これ本当に辛くって。失礼します。ビーフカレーお一つ目です。別室に連れてかれたいつものデスソース。いや、もう行きますね。コーヒーです。肉屋の金賞から本店があそこカレー売るように、あそこの辛口やろ、はい、辛口は他の人食えんだよね。俺は平気で食う。前辛口ばっかりここで帰って食うよ。普通のじゃ無理。家でもこれをね2本買ってきてもらったんよ。1本がもう半分以上ないなった。ありがとうございます。力がないから美味しい。あ、見る。ありがとうございます。すぐ対応しますね。牛肉キンパ。キンパで、キンパこちらですがよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、会計が972円です。はい。こちらコロッケ6個と唐揚げ2個入りです。ありがとうございます。これが売り切れです。お席から注文してもらっても全然大丈夫なんですけど、カップが外側に向いてるんで、結局ここに来てもらった方が何があるか分かりやすくて。キムチの大きい方3つと、はい、で1万円お預かりします。ありがとうございます。一緒に入ってます。またお願いします。ありがとうございます。和牛のタンのいいとこ取った残りのタン先の部分なんですよ。適当に味付けして半分圧力鍋みたいな鍋なんですけど、これで、約2時間イメージしたものができればいいなと思って、いやいろいろこう作っている中で、いろんな組み合わせがこう出てくるじゃないですか、はい、成功体験もあれば失敗した体験もあれば、足し算引き算して、ちょっと誰でも簡単にできるものができないかなと思って、こういうものを作ってから商品になればいいなと思って、100のうち1個か2個ですよ、本当。食いしん坊が多いんで、ちょっと失敗でも食べられるものができればね。ローストビーフとグリーンサラダと卵と
トマトと。あ、いらっしゃいませ。お待たせいたしました。よく分かっとって人、1枚食べて1枚持って帰られる人なんですよ。1枚はお持ち帰り。さっき前出して割り。はい。またもう1枚乗るんですけど、この方は1枚だけ食べて1枚持ち帰られるっていうのをいつもされていて、柔軟に対応ができるんで。入れ方です。ありがとう。はい、こちらこそ。いつもありがとうございます。いえいえ。そうですね、ボリュームがすごいんで、まあぜひ皆さんも一度来られたら分かります。このボリュームが美味しくて、こんな量のあるようなお店なんかありませんよ。それとこの揚げ物のね、油がいいよね。これもうこれオリーブオイルで揚げてます。こんな贅沢なとんかつはありません。じゃあいただきます。美味しい。ぜひ皆さんも一度金賞をお越しください。ちょっともう一つ1点言ってきます。スタッフの女性が最高です。スタッフ見に来てください。よろしく。コーヒー飲むんですか、2人で。いやちょっとね、感動してまして。ありがとうございます。完成。失礼します。肉ガスカツ定食ですね。こちらがヒレカツで、こちらがチキンカツとなってます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。ありがとうございます。では今日はありがとうございました。ありがとうございます。お世話になりました。お店の創業の年を教えてください。忘れもしないリーマンショックの年です。2008年です。10月8日ですね。まあオープンして最初のハネムーンというか、お客様が新しいもの好きで、ちょうど10月ということで11月12月で乗り切ったんですけど、年が明けたぐらいからやっぱり景気の波が押し寄せてきて、飲食してるのもやっぱり初めてだったので、飲食をする人のお手伝いはたくさんさせてもらったんですけど、やっぱり自分らがするのとお客さんとの感覚がやっぱりまだバチッと合ってなかったので、今みたいな品数もそんなになかったし、夜だけのスタートだったので、やっぱり需要と、うちらの提供できるものの乖離があったというか、スタートから3年ぐらいはすごい厳しかったですね。なんとかいけばと思った矢先にリーマンショックで、コロナでバタバタっと。楽だった時期が一度もない。ないです。もうずっと
絶えず何かがあってそれ1個クリアしたら次また新しいのが出てくるとか私たちも鍛えられて強くはなったんですけどやっぱ次から次にいろんなものがあったんですよ。うどんそばさんのおかげで本当に去年の10月からすごく動き出したんですよ。 YouTube を見てくださった人が来てくれてその人たちがリピーターになり常連さんになりっていうので今はおかげさまでちょっとずつ動き出したかなっていう感じがあるんですけど、商品開発だったり接客だったり 100% 以上のものがね発揮できるように、また頑張っていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はこちらこそありがとうございました。今はこの仕事を続けていくつもりなんですけど、将来は個展開いて、みんなに絵を見てほしいです。そっちに置いてある絵は違うんですか？こちらは僕の、友人の人からもらい受けた絵なんです。同じ絵描き仲間です。僕はこの人以上じゃないんですけど。頑張ってください。はい。今日はありがとうございました。はい。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。自分は、調理担当してるんですけど、親がやっぱりどうしても離れてくる、最初に引退するんで、兄弟3人で、仲良くやっていくのが目標なのと、どんどん大きくしていきたいですね、彼氏を。ゆくゆくはその両親が引退するってなったら、さきさんが引き継いでいくみたいな感じになるんですか？あんまり深くは考えてないんですけど、できる人がやればいいかなって思ってるんで、私が、その時できるのは私がしようかなって思ってます。じゃあ、かなさん、今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。やっぱり近い将来、両親はもう引退っていうか、世代交代の時期が来ると思うんで、次は私たち3兄弟が先陣切ってお店を引っ張ったり盛り上げたりしていかないといけないので、まずは兄弟3人の向く方向と足並みをしっかり揃えていきたいなって思います。1人でやるんだったらその人についていけばいいんですけど、3人でやるんだったら価値観と考え方をできるだけすり合わせていかないといけないなと思うんで、じゃないとやっぱりついてきてくれる人たちも戸惑っちゃうし、だから私たちは3人で寄り添い合いながらしっかりお店を引っ張っていきたいなって思ってます。はい。